皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカによるイランに対する攻撃、作戦名、ミッドナイトハンマー、真夜中の鉄槌攻撃について取り上げていきます。これまでイスラエル、イランとの間における戦闘が激化する中において、第三国であるアメリカが直接攻撃を加えたことは、世界的な大ニュースとなりました。何しろ攻撃の直前では、トランプ大統領は、イランとの外交交渉を行い、何らかの着地点を目指しているものと見られていたからです。ところが、2週間程度の猶予を見たといった話をしたその2日後には、実際には攻撃作戦が実施されました。このあたりの話についても、今では、その2週間という発言ですらも攻撃作戦のための偽装であったということが報道されています。また、作戦そのものにまつわるニュースとしても、本命の攻撃を隠すためのおとりといったものも用意されていました。今回の標的であるイランの核施設、地上設備だけではなく、地下深くにある施設についても攻撃対象となっていました。特にボルドーの地下施設は80から90メートル深くまで潜らないと施設を破壊することができないという特殊な条件下にあります。そのため攻撃に用いられたのは約16トンにもなる地中貫通型爆弾、バンカーバスターであり、このバンカーバスターを運用するための飛行機がアメリカの B2 ステルス戦略爆撃機です。当初猶予期間があることから、この B2 戦略爆撃機をインド洋のディエゴ・ガルシア島に配備し、ゴーサインが出たらイランへ攻撃するといったことが想定されていました。そのためアメリカ本土を飛び立った B2 戦略爆撃機がグアムへと向かっているといった報道が流れました。実際にグアム方面へと向かう機体はあったようです。しかしこれは本命の攻撃部隊ではありませんでした。ディエゴ・ガルシアへ向かうのであれば、まだトランプ大統領は攻撃のゴーサインを出していないと勘違いさせるためのものでした。ここまでちょっと話をしてきたので、関連のニュースや資料などを元にして説明を続けていきましょう。ついつい分かっている人向けの説明をしがちですが、こちらがアメリカの B2 戦略爆撃機。1機あたりの価格が2900億円とも呼ばれる、非常に高額な兵器です。ただ、ステルス性能を持たせ、それでいて非常に大型であることから、相手の防空網をかいくぐっての攻撃としては非常に有用な兵器です。そして地下施設を破壊するために用いられたのが GBU-57 大型の地中貫通型爆弾です。重さは約 13.6 トン、長さ約6メートル、幅80センチ、コンクリートや岩盤を貫き、地下施設などに対する攻撃を目的とした特殊爆弾です。なお、一発だけでは地下60メートル程度までしか到達しないと言われています。しかし、これを複数連続的に同じ場所に投下することによって、より深くまで攻撃することが可能だと言われています。そのため今回、フォルドゥの地下80から90メートルを目指して、複数のステルス爆撃機が合計で14発のバンカーバスターがこの作戦には投入されたとのことです。グアム方面へと向かった機体がある一方において、一切報道に現れず、作戦が進められたのが本命の攻撃部隊です。アメリカ本土を飛び立ち、ヨーロッパ、地中海上のルートを通り、イランへと向かいました。爆撃機を先導していたのは、第4世代、第5世代のステルス戦闘機で、イラン側がもしも戦闘機などで迎撃に上がってきたら、これを撃ち落とす役目がありました。しかし、今回の作戦において、イラン側は戦闘機も爆撃機もいずれもレーダーで捕捉することができず、イラン空軍は一切迎撃戦闘に上がってこなかったそうです。また、地対空ミサイルについても一切発射されず、作戦に投入された機体は一機も失うことなく、作戦は終わったとのことです。爆撃機がバンカーバスターを投入し、一方において近海に集まっていたアメリカの潜水艦から巡航ミサイルトマホーク30発がイスパハンの地上施設を破壊したとのことです。巡航ミサイルトマホークによる攻撃の結果について衛星の写真で確認しておきましょう。アメリカ軍が攻撃する前の状態がこちら。すでにイスラエル空軍による空爆を受けており、いくつかの建物は焼け落ちた状態となっています。そしてこちらがトマホークミサイルの攻撃を受けた後の様子です。非常に多くの建物が跡形もなく吹っ飛んでおり、主要施設は壊滅状態となっています。一方で、地中で爆発するタイプのバンカーバスターは、先ほどのような写真ではっきりと被害を確認することができません。こちらはフォルドゥの写真で、バンカーバスターによる攻撃とみられる穴が衛星からも確認することができます。非常に近い場所にいくつも穴が開いていることが集中的な
爆弾投下が成功したものとみられます。しかし、イラン側はこの空爆を受ける前に、すでに濃縮ウランについてはある程度運び出したとしています。また、今回の攻撃による被害については、出入り口などについては被害を受けているものの、施設本体それ自体については、アメリカ側の発表は大げさなものに過ぎないとしています。なお、トランプ大統領は攻撃が終わった後、記者団の前で演説を行いました。その時には、イランの核開発施設は全てが消え去ったというような表現を行いました。アメリカ側の発表とイラン側の発表にはかなりのズレがあります。その後、バンス副大統領はトランプ大統領とは違い、かなり表現が応対していました。バンス副大統領は今回の攻撃によってイランの核開発計画は数ヶ月から数年遅れるものとみられる。そのような憶測を話していました。今回の攻撃に対してイランは国際法違反の不当な軍事力行使であるとして自衛権に基づく反撃は正当性があると主張しています。イラン国営放送はその方針に基づきイラン周辺における米軍基地がどのような場所にあるかを地図で示して攻撃する可能性を示唆しました。この地図を見ればわかりますが、イランからイスラエルに対して攻撃するよりもはるかに近い距離でいくつもアメリカ軍の基地があることがわかります。そしてイランは新型の弾道ミサイルを使っての攻撃を行ったと発表しました。ただし、ここでどこに向けてこのミサイルを放ったか、それは米軍基地に対するものではありませんでした。これまでイスラエルに対して行ってきたのと同様に、今回もまたイランからイスラエルへと弾道ミサイル攻撃を行いました。その弾数は約40発。初日に100発の攻撃を行ったのに比べれば、やはり半分以下の状態にとどまっています。口では強くアメリカに対して反発を示しているわけですが、実際に攻撃はまだしていません。メンツを守るためにも、いつか攻撃をするのではないかと見られていますが、するかどうかはまだ断言できる状態ではないでしょう。しかし、そうは言っても、イスラエルによる空爆は連日のように続いています。弾道ミサイルの発射トレーラーは毎日のように空爆を受けて破壊され続けていますし、引き続きレーダーや対空ミサイルについて戦闘機によって破壊される日が続いています。そしてイスラエル空軍による空爆によって今日もまたイラン革命前にアメリカから買った兵器が破壊されました。以前テヘラン周辺の空港に置物になっていた F14 トムキャット戦闘機が破壊されたことをお伝えしました。今回は首都テヘランではなくイラン中部の空港にいるところをイスラエル空軍が破壊しました。今回攻撃に成功したのは3機です。これらの機体が稼働状態にあったかはわかりません。現在のところイラン空軍の主力は F14 戦闘機からロシア製の戦闘機へと移行しつつあるところです。これらの機体についてはイスラエル空軍による攻撃を受けていないイラン東部側の空港に避難しているものとみられます。ストレス戦闘機と直接対決しては勝ち目がないことからイラン空軍はただ逃げ回っている状態となっているわけです。ちなみにイラン革命前にアメリカから購入した戦闘機は F14 だけではなく F5 戦闘機も含まれています。この映像ではそうしたイラン革命前に購入していた機体が破壊されたことを報告しています。冒頭でちょっと触れた2週間猶予を上げるとトランプ大統領が言っていたことが偽装であったといった話について報道が出ています。CNN、トランプ氏が2週間の猶予を公表するよう指示、攻撃計画隠すため。トランプ大統領は数日前からイランで軍事活動を実施する方向へと大きく傾いていたものの、自身の本当の考えを曖昧にするため、側近に対し、イランを攻撃するかどうかは2週間以内に決定すると報道陣に伝えるよう指示していた。情報筋によれば、トランプ氏はイランの核施設への攻撃について最終的な決断を下したとする報道に不満を募らせ、2週間という猶予を示すことで、イラン側を混乱させて攻撃計画を隠すことができると考えたという。最終的な決定が下されたのは21日で、爆撃機はすでに飛び立っていた。周囲の見方では、トランプ氏の決意は数日前から固まっていたという。さて、イランがアメリカに対して反発するのは、誰が見てもわかるわけですが、お前が言うなというような国も口を出しています。産経新聞、ロシア、アメリカを断固非難と声明発表。主権国家の領土を攻撃する無責任な決定は国際法違反。今まさにウクライナに対して侵略し、
主権国家の領土を攻撃している実行者が今度はアメリカを非難しているというわけです。ロシア外務省は主権国家の領土を攻撃する無責任な決定は国際法、国連憲章、国連安全保障理事会決議への明白な違反だと表明した。声明は特に懸念されるのはこの攻撃を行ったのが国連安保理の常任理事国であることだと強調。中東地域がすでに多くの危機に直面する中で紛争拡大のリスクが格段に高まったと非難した。もしもこれが全くの潔白な国が言うのであればまだわかるのですが、ロシアがこのようなことを言う立場にはないでしょう。そして日本にとっても世界経済にとっても大きな注目を集めているのがホルムズ海峡封鎖についてです。イラン議会ホルムズ海峡を封鎖すべきだと結論。最終判断は最高安全保障委員会。イラン議会は中東産原油の主要輸送ルートであるイラン沖のホルムズ海峡を封鎖すべきだとの結論に達した。実際の封鎖には最高安全保障委員会の最終判断が必要という。議会は封鎖すべきだと声を上げました。しかし、実際に封鎖するかどうかはまだもう一段別の意思決定が必要となります。封鎖すれば今回の戦闘には全く関係のない日本が大きな経済的な打撃を受けますし、イランから直接的に石油を買っていた中国やインドもまた封鎖の影響で石油を買うことができなくなります。それはイラン自身が自分の石油を売ることもできなることを意味します。それだけに実際にやるかどうかはまだまだ不透明です。イラン側としてはこうして脅すことによって一つの外交交渉カードを手に入れたと考えているかもしれません。また、実際にやるかどうかというリスクが高まるだけでも、石油価格は上昇し、周辺を往来するための船舶は危険を回避するために、この地域での航行を避けようとするでしょう。なお、イランやロシアがアメリカによる攻撃は国際法違反だという主張を行っていますが、これは理論的にはその通りです。その前のイスラエルによるイランに対する攻撃もまた同じく国際法違反です。現在国連に定める国際法においては、軍事力の行使は基本的には行ってはならないものだとして規定されています。例外規定として、じゃあ使っていい場面はどんな場面かを定めています。それは、不法な軍事力を持って攻撃してきた。それによって自分の身を守らなければならない。自衛権の発動による戦争は、軍事力を行使する正当な理由となります。だからこそロシアによる侵略というのは国際法違反の侵略者と国際法的に合法な自衛権発動による戦争を行っているウクライナという2つに完全に分かれるわけです。一方今回のイラン対イスラエル、イラン対アメリカに関しては実はアメリカというのは全く攻撃する根拠となる話がありません。なぜならばイランの核開発計画に関してこれを懸念しているという点については何もアメリカだけではありません。別にヨーロッパ各国もイランが核兵器を持つのはやめてほしいなと思っていますし、その危険性についても認識しています。だからといって攻撃していいとは直接的にはなりません。じゃあどんな場合であれば軍事力の行使が国際法上認められるかといえば、それは国連の安全保障理事会において、あの国は攻撃する理由があるよね、みんな納得するよねというような話をして合意を取り付けることが例外的な武力行使の根拠となります。アメリカはそのような国連の場でイランの核開発計画に関して攻撃承認を求めるような話は全くしていません。トランプ大統領は国内においてもそうで、共和党の議員たちに対してはある程度の話はしていましたが、民主党側に対しては全くそのような話をしておらず、議会軽視だとして非難を浴びています。ちなみにこれに関連して、アメリカは宣戦布告もせずにイランを攻撃した。なんてひどい国だというような非難をする人がいます。しかし、先ほども解説したように、現代の国際法においては、そもそも相手国に対して侵略的な軍事力の行使は国際法違反として規定されていますから、宣戦布告するという場面がそもそも今のところは存在しなくなりました。ですから今回の中東情勢に関連しての話としては、どこが正義か悪かみたいな話を私は一旦横に置いて情勢についての解説を淡々としているつもりです。そして攻撃を受けたイランについて言っても、じゃあ何にも悪いことをしていないかといえばそういったわけでも当然のようにありません。イランは核開発の
疑惑を持たれている国ですが、それだけではなく、この中東地域におけるテロの総司令部的な役目を果たしています。イランは直接的にこれまで他の国との戦闘を実施してきたわけではありません。基本的には国外に武装勢力を育成し、それらによって代理攻撃させることによって自分たちの目的を果たそうとしていました。そのための駒として、フーシ派、ヒズボラ、ハマスといった武装勢力が各地に点在し、これらに対して軍事支援を行うことで間接的な攻撃を行ってきたわけです。国家による軍事力行使といったものが非合法化された世界においては、そのように代理人を立てて攻撃することによって悪者を自分ではありませんよという形を作ることができます。また、そのような形式上の話を回避するために、ロシアのプーチン大統領はウクライナに対する侵略を戦争ではなく特別軍事作戦だという言い訳を使っています。このような言い逃れのやり方といったものはアメリカも同様で、バンス副大統領は今回のアメリカによる攻撃はイランと戦争しているわけではない。我々はイランの核開発計画に対する攻撃を行っただけだというような話をしています。かなり苦しい言い訳です。このような話の流れから誰が悪か誰が正義かといったような善悪論だけでは情勢を把握することは難しくなります。ですから、ポイントとして押さえておくべきことというのは、軍事力を持っている国がその軍事力を行使することにためらいがなくなっていくという世界にだんだんと変わりつつあることをまずは認識すべきです。それは何もロシアやイラン、イスラエルといったような国だけではなく、アメリカだってそうですし、またそういった国があれば当然のようにいずれ中国も似たような形で国際秩序の乱れに乗じて軍事力を行使する危険性が高まっているわけです。このような状態に陥ったことにより、さらに状況は悪化し、戦火が他の地域で発生する可能性も高まっていくわけです。だからこそロシアによるウクライナ侵略はその侵略の意図をくじくためにウクライナを支援し、ロシアの侵略を押し返すといったことが非常に重要だったわけです。ところがトランプ大統領はウクライナに対する支援をやめてしまい、自国第一主義の立場から外国での戦争には一切関わらないのかなと思わせておいて、今回はイランに対する攻撃を行いました。これは自国第一主義の観点からイスラエルに助け舟を出さなければならないというトランプ大統領なりの自国第一主義だったでしょう。しかしこのような姿は当然のようにダブルスタンダードという非難を招くこととなり、アメリカという国家の信頼を傷つける行為です。ロシアとアメリカが同類になれば、当然のように他の国々は大国が軍事力を使って暴れ回る世界へと陥ってしまったのだということを意識せざるを得ません。そのような時には、他の国は、この国もやったのかという具合にして、戦争というものがもっともっと日常化する世界へと近づいているわけです。国際的な平和を希求するといったような考え方がどんどんと崩れた社会というのは基本的には日本にとっては全く望んでいない世界です。しかし望んでいなくてもそうなるというのであれば、対応するための防備を固めていくことがより重要となっていきます。現在アメリカのトランプ大統領は日本に対しても防衛費を 3% 以上に上げるように迫るようになりました。ヨーロッパに対しては防衛費 3.5%、これに関連するインフラに対して 1.5%、合わせて 5% の防衛費及びその関連費用として要求。ヨーロッパは再軍備計画を目指してこの GDP5% ラインといったものを達成すべく協議が行われています。ロシアによるウクライナ侵略にまつわるウクライナ情勢の解説、そして中東情勢についての解説をしてきましたが、私がいずれ極東情勢についての解説を前にするような日が来ないことを願いつつも、しかしそのような日が来る可能性がだんだんと高まっていることはご理解ください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたりスーパーチャットの利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。